ようこそ。どうもあきらです。イエイ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 。はい、なぜ今日このテンション高いかと言いますと、本日12月16日、月曜日ですね。なんと東京の方でですね、ベビーメタルのライブがあります。やったー。はい、今日撮影しているのが16日なんですけど、16、17と2日間続けて、お台場の方でですねベビーメタルのライブがあるんですけど、私は1日目の月曜日の方に参戦いたします。でもう本当はね今年ベビーメタルのライブ行く予定なかったんですけど、なんと今回のライブがですねなんとザ・ワン限定の、ライブとなっておりまして、ちょっとねザ・ワン限定と言われるとちょっと行かないわけにはいかないであろうと。だってね限定でライブっていうのは私初めての参戦で、一体何が起こるのか。しかもいつもとかはホールとかとても大きい会場でね、何万人キャパという感じでやってると思うんですけど、今回はなんと2000人キャパのライブハウスでやるということで、これは行かないわけにはいかないだろうということで、まあ平日っていうのもあってちょっとね半ば悩んでたんですよ。どうしようかなって。行きたいけどみたいな、行きたいけど平日じゃしでね、まあ1月にも幕張でベビーメタルのライブ控えてますんで、それもあるしやっぱちょっとお金もねかかるお話なので、どうしよっかなってちょっと半々で悩んでたんですよ。でまあ限定ライブだし当選確率もまあそんな当たらんじゃろうなっていう感じで、まあ当たったらラッキーぐらいな感じで、申し込みまして、でそしたらなんと、当選いたしました。ありがとうございます。という感じで、まあ当選したからにはもう行くっきゃねということで、ちょっとあきら頑張りました。で今ちょっと朝に撮ってるんですけども、お昼の飛行機に、乗って東京に向かいたいと思いますので、ちょっと急いで準備したいと思います。なので本日の動画はですね、ベビーメタルのライブ行って一体今日のライブで何が起こるのか、それをねまあ皆さんにお伝えできたらなと思います。それでは行ってきます。というわけで、ベビーメタルのライブ終わりました。めっちゃ楽しかった。
はいですね今日のライブについてね、ライブ始まる前の物販からお話ししていこうと思うんですけど、私がですね東京に着いたのがちょうど3時ぐらいで物販始まる時間でそこから、ホテル行ったりだなんだりしてたら、4時ぐらいになりましたね。で4時ぐらいでも結構外に人が並んでて、1時間ぐらい並んだかな、1時間ぐらい並んだんですけど、無事ねこの T シャツ、私 T シャツだけ買ったんですけど無事買えました。で1日目はその何かグッズが売り切れになるとかっていう情報はなくって、今回はこの T シャツとあとロゴ、ベビーメタルのロゴの、タオルとあとキーホルダーですね、その 3種類だったんですけど、特に売り切れっていう情報は1日目はなかったです。なのでちょっと物販始まって1時間ぐらい経っちゃったんですけど、この T シャツがね、無事手に入れたのでよかったです。なんかすごい斬新なデザインですよね。これちょっとごめんなさいね、全部見せれないんですけど写真で見せよう。はいね、すごい斬新なデザインでとても面白い T シャツだなと思いました。でその整理券番号、整理券番号順に入るんですけど、私が、544だったかな、その2000人ほどにしては前の方というかいい番号だったんじゃないかなとは思ったんですけど、私アキラですね、ちょうどこのライブの1週間前にちょっと体調を崩しまして、でそれで今もだいぶ体力が戻ってはきてるんですけど、その体力面だったり、周りがねやっぱり男性のファンの方が多いので、普通のエリアに行くと確実にね背の関係とか圧迫感とかで絶対押しつぶされるだろうなっていうのはちょっと別のバンドさんで経験したので、今回はこうやって感想も取りたいし、やっぱ前回はねすごく楽しんで聞いたりしてたから、今回はちょっと落ち着いて聞きたいなと思って、せっかくねちょっと500番台っていい番号だったんですけど、今回は、女性限定エリアで、見させていただきました。でなんとそこの会場の女性限定エリアが嬉しいことに普通のエリアよりちょっとね段があったんですよ。でそのおかげで一番後ろからでもステージが見える状態のところでしかも私が500番台で早めに入ったから、その女性エリア限定のところの一番前が空いてたので、なんとか、一番前のね女性限定エリアの一番前を、ゲットすることができました。なのでめちゃくちゃ見えました。なんで今回はちょっと女性エリア限定のところにして正解だなってとても思いました。はい、開演までのちょっとお話が長くなったんですけど、開演してからですね、先に言いますと1日目のアベンジャーズはももこちゃんでした。で、もう会場がねパッて暗くなって、もうお客さんたちのね拍手とか歓声がブーって感じでそしたら映像がパッて始まりまして、でその映像とともにフューチャーメタルが流れてきました。やっぱフューチャーメタルって言ったら今回のメタルギャラクシーのねアルバムの1曲目っていうこともあって、やっぱり私の中では何か今から始まるぞっていう感じの曲だと思ってるので、やっぱりその今からね一体どういったベビーメタルを見せてくれるのかっていうすごいワクワク感がすごい、そこでもう止まらなくって、早くって感じでずっとドキドキしてました。でそれで映像が終わって、で次がですねダダダンスのイントロがね、流れてきたんですけど、そこでねベビーメタルの影が一人ずつパッパッあって映し出されたんですよ。もうその時のテンションと今からベビーメタルが見れると思って、うわ早くと思って、でそれで3人の影が映し出されて、そしたら幕がパンって降りたんですよね。もうそこにさ、なんか思ってもいないほど近くでベビーメタルがおって、うわーってなって、もう涙いや
私以前今年の7月にあったフォートメッセ名古屋であったベビーメタルのライブ初参戦してるんですけど、その時はね一般販売の方でチケット取ったので、やっぱ後ろの方でねなかなか見えないっていうことが多かったんですけど、今回は女性限定エリアで、しかもちょっと段がね上で、しかも一番前でっていうので、すごくいい位置に立たせてもらって、でもうずっと終始ずっと見えるんですよ、ベビーメタルが。紙バンドも見れるわけですよ。もうそれで待って、近いいやー、もうあんなに近くでベビーメタル拝めるなんて、もうありがとうって感じで、もうずーっとダンス終わるまでずーっと涙でした。もっと言えば次がギミチョコだったんですけど、ギミチョコまで泣いてました私本当に近いし、もう人の頭とかで途切れることなくずっとベビーメタル見ておけるから、もうなんて最高なんだって思いながら見ておりました。でその2曲目のダダダンス、ライブで初めて生で聴いて、やっぱりね想像通りライブですごく楽しめる曲だなって思いました。やっぱりサビのねタッタッタスタッタッタスのところ、あそこもすっごい楽しかったし、であとねモアメタルの、ラップですよ。あそこも超可愛かったという感じで初めてねダダダンス、ライブで聴いて、またねこれちょっと幕張メッセであるライブ、1月ねにあるライブもちょっとすごい楽しみだなって思いました。でその後のねアンティのギミチョコですよ。ギミチョコで私ちょっと一番後ろだったから、合ってるかわからないけど、よくモアメタルがアタタ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 タズッキューのところで後ろからこう数メートルのね前通って、よくあるじゃないですか、数メートルの耳タブをプニプニプニってするの、あれやってたんですよ。もういや、私の目が間違いじゃなかったら絶対やってた。なんかプンプンプンってしてたんですよ。もうあれがめっちゃ可愛かった。やってくれるかなと思って、そこめっちゃ見てたんですよ。やるかなどうかなと思って、そしたらやってた。多分合ってる私の目が大丈夫だったら多分やってたはずだよ。間違ってたらごめんね。でもやってた。もうあれが超可愛かったで次がエレベーターガール、もうねライブではド定番なかっこ可愛い曲になってましたね。でその後がシャンティシャンティシャンティ、これもねもうド定番。なんかこう聞くとなんかここまではすごいド定番ばっかりの曲だなーってすごい思って聴いておりました。でその後がスターライトで、そのスターライトの後ですよ、後になんとですね紙バンドのソロがやってきたんですよ。もう初めて私その紙バンドのソロ聞いて、もうあそこの盛り上がりも最高でしたね。やっぱバンドといったらね、やっぱソロ聴きたいですね。でも今回聴けて本当に良かったです。でその後カゲロウが始まりまして、やっぱカゲロウもかっこいいね。確かカゲロウの曲でなんかモアちゃんこうやって煽ってなかったっけ？カゲロウじゃなかったっけ？でその後ディストーションで、その後メギツネやってきて、やっぱメギツネのね会場の一体感はもう大好きでございます。でその後パパヤですね。もうみんなタオル取り出しますよね。その時に一番ベビーメタルが見えなかったですやっぱみんなさ、その手上げるプラスタオル持ってるってしかも回してるから、その時が一番見えなかったですでその後が、空手でしたね。やっぱ空手もねライブの定番な曲になって、とにかく空手の重点音な感じが私すごく大好きです。でその後なんとヘドバンギャーが来まして、ヘドバンギャーやるんかと思って、私ちょっとそこでモアメタルとかなんか歌うかなってちょっと期待したんですけど、そのままスーメタルが、歌われました。でその後が、
最後でしたね、ロード・オブ・レジスタンス、こちらの楽曲で、今回1日目のライブは終わりました、ね、私はちょっと2日目は行かないので1日だけの参戦でしたので、ちょっと2日目が一緒か違うかどうかわからないんですけど、もう一回まとめますと、映像とともにフューチャーメタルが始まりまして、でその後ダダダンス、ギミチョコ、エレベーターガール、シャンティシャンティシャンティ、スターライトで紙バンドのソロが来まして、カゲロウ、ディストーション、ネギツネ、パパヤ、カラテ、ヘドバンギャー、ロード・オブ・レジスタンス、こちらの13曲で、今回のライブはとても堪能いたしました。でここでちょっと思った方もちょっといらっしゃるかもしれないんですけど、私もちょっとだけ思っちゃったんですけど、あれ瀬戸りなんか定番な曲ばっかりだねって思った方もちょっといらっしゃるんじゃないかなと思います。やっぱり今回ザ・ワン限定のライブで、しかもライブのタイトルがね、アナザー・ギャラクシーって言ってるほどなので、何かねちょっと特別なことがあるんではないかなってすごく期待した方も多いんじゃないかなとは思います。なんか今までね、そのアベンジャーズを入れてやってこなかった曲とか何かやるんじゃないかっていう期待をね持ってた方いらっしゃるとは、中にもねいらっしゃるとは思うんですけど、今回のライブはとてもライブのど定番なところがギュッと詰まった、ライブでした。なのでその瀬戸り的には何か特別な楽曲があったかって言われると、普通のライブの定番な楽曲で、構成されていたライブでした。なので私もちょっとその楽曲の構成に関してはライブで、ね、いつも聴く楽曲だなっていうのは、ちょっとは感じたんですけど、でも2000人キャパのベビーメタルにとっては小さい箱で、ああやって至近距離でもうベビーメタル見れて、で私がねそのベビーメタルにとって小箱だったと思うんですけど、それで聴けてよかったなって思うのが、バンドですね。紙バンドをやって聴けてよかったなって思いました。やっぱりその前7月ってやったところはその会場的にも大きくって、やっぱり音がすごく響く感じで、なんか低音がズンってくるかって言われるとそういう感じではなかったんですけど、今回はやっぱ会場がちょっとねその大きいホールとかに比べたら小さいっていうことで、そのバンド特有のなんかすごい重低音な感じとかが聞けたので、もうすごく楽しかったです。その前の大きい会場では聞けなかったギターのね小さなフレーズとか、ベースのね音の移動の仕方とか、ドラムのね音とかがすごいなんか至近距離っていうんですかね、そういう近い感じですごく聞けたっていうのが、私的には今回すごく良かったなって思いました。で1月の幕張も私行きますけど、今回ほど至近距離でね見れるかって言われると多分そうでもないと思うので、なので本当に今回行けて、ああやって至近距離でベビーメタル見れて、モアメタルとかねダンスも見れて、とてもね得な、ライブでした。そしてちょっと最後になっちゃったんですけど、会場でねアキラさんですかって、声かけてくださった方が何名かいらっしゃって、本当にありがとうございます。なんかこうやって実際視聴者の方とお会いするっていうのはちょっと照れくさいところもあったんですけど、次は、私1月にあります幕張にも行きますので、その時ぜひぜひ声をかけていただけたらなと思います。というわけでもう叫びすぎてもうだんだんちょっと声が出なくなってきたので、今日はこの辺で終わりたいと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。チ
チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram もやっておりますので、下の概要欄に URL 貼っておりますので、そちらからフォローぜひぜひよろしくお願いします。それでは、次はですね、私幕張メッセ、2日とも、参戦いたしますので、そこでぜひぜひお会いしましょう。See you!